人類が作り出した最強最悪の兵器核爆弾。その破壊力はたった2発で広島と長崎に数十万人の死者を生んだことで証明されています。しかも現代の核兵器は当時の10倍以上の威力を持つものも珍しくありません。そして世界の核弾頭は約1万3000発。量も質も1945年とは比べ物になりません。では、もし現代で核戦争が始まったら世界はどうなるのか。今回はその最悪のシナリオを科学的シミュレーションをもとに徹底解説します。現実世界は一歩手前まで行ったことがある。アニメや映画の話と思うかもしれません。しかし現実も何度も核戦争寸前まで行っています。その代表例が1962年のキューバ危機。ソ連がキューバに核ミサイルを密かに配備。アメリカは海上封鎖で対抗。世界は完全に積みかけていました。特に恐ろしかったのがソ連の潜水艦 B 号泣事件。アメリカ軍に追い詰められ爆雷を浴び、艦内は38度のサウナ状態。外の状況も分からず、もう戦争が始まっているのではと思い込むレベル。しかもその潜水艦には核魚雷が搭載され、乗員3名の全会一致で発射可能な状態でした。そのうち2名は発射すべきだと賛成。しかしたった一人、ワシーリー・アルヒーポフだけが絶対に発射してはならないと拒否し、激論の末それが認められた。もし彼が乗っていなかったら、もし彼が折れていたら、あなたも私もこの地球に存在していなかった可能性が高い。人類は本当に紙一重で滅びを回避してきたのです。では、もし現代で核戦争が起きたら、プリンストン大学が2019年に発表したプラン A シミュレーションを見てみましょう。ロシアが東欧の軍事施設に核を一発使用。NATO が報復のため核を一発使用。ここから戦争はもう止まりません。第一段階戦術核の応酬。ロシア300発、NATO180 発。3時間で死傷者に160万人。第2段階アメリカ参戦。アメリカ・ロシアの各基地へ600発。ロシア米本土へ大規模報復。45分で死傷者340万人。最終段階主要都市の殲滅。双方が相手の大都市を狙い撃ちする終末戦争へ。45分で死傷者8300万人。わずか5時間で合計9000万人以上の死傷者。これが最初の5時間です。しかし地獄はここから始まる。核爆発で恐ろしいのは爆風だけではありません。真の脅威は核による火災で発生する莫大な黒い煙と灰。大量の都市が燃え上がり、シリアスが成層圏まで舞い上がると、核の冬 NUCLEAR、WINTER、太陽光が遮られ、北半球の気温が最大30、農作物は壊滅、カロリーベースでの食料生産は97から 99% 減少。つまり、爆発で死ぬより、飢えて死ぬ人の方が多くなる。魚も植物プランクトンが減って絶滅寸前。現代文明は完全に崩壊します。さらに、オゾン層が最大 75% 破壊。太陽光は弱いのに、紫外線だけ強烈になる。皮膚がんや失明などが爆発的に増加。生き残った人類も、そこからまた地獄を生きることになります。たった1との誤操作で世界は終わる。核爆発の可能性は高くありません。しかし、人間はミスをします。歴史がそれを何度も証明しています。2022年には核保有5カ国が、核戦争を絶対に起こさないという共同声明を発表しました。けれど、それが本当に守られるかどうかは分かりません。地球を滅ぼす力を持った種族は、この宇宙でもそう多くないはずです。その力をどう扱うのか、私たちは常に試され続けています。ご視聴ありがとうございました。雑学パニックのチャンネル登録を忘れなく、よろしくお願いします。